今、日本では衆議院選挙が行われています。しかし、海外から見ると少し不思議に見える点がいくつかあります。なぜ今、突然選挙が行われているのか、そしてなぜ多くの政党が揃って消費税減税を掲げているのか、そしてさらに興味深いのは、その中であえて消費税減税を掲げていない政党が一つあるという点です。今日はこの3つの点から日本の選挙と政治の特徴を簡単に説明したいと思います。それではまず1つ目のポイントです。なぜ今衆議院選挙が行われているのかです。2026年1月19日、高市首相は記者会見で通常国会の開会に合わせて衆議院を解散する方針を正式に表明しました。その際、首相は高市早苗で良いのかどうか国民に問いたいと述べ、自らの政権運営について国民の判断を仰ぐ姿勢を強調しました。そして1月23日、通常国会が始まった直後に衆議院は解散されました。日本では予算審議などを行った後に解散するケースが多く、国会冒頭での解散は極めて異例です。実際、通常国会の冒頭での解散はおよそ60年ぶりという異例のタイミングでした。このため、十分な政策論戦を経ないまま選挙に突入するのではないかという批判も出ました。しかし、解散が決定された以上、与党野党ともに急いで選挙準備を進めることになります。その結果、1月27日に総選挙が公示されました。解散から投開票までの期間は非常に短く、短期決戦の選挙戦となりました。実際、解散から2月8日の投票日までの期間は16日間で、戦後でも最短レベルの選挙期間です。海外では選挙は任期を全うした後に解散されるのが一般的です。しかし日本では衆議院は任期満了前でも解散されます。そしてそのタイミングは首相の政治判断に大きく依存しています。そのため日本では必ずしも大きな政策対立が解散の直接の原因になるとは限りません。今回のように国会で本格的な審議が始まる前に解散が行われることもあるのです。ここで各党が選挙公約として打ち出したのが消費税減税です。そこで次に、なぜ消費税減税が横並びの焦点になるのかを見ていきます。ここで大切なのは減税が正しいかどうかではありません。
なぜそれが選挙の焦点として選ばれやすいのかという点です。近年の日本では食料品やエネルギー価格の上昇などインフレ傾向が続き、家計の負担感が強まっています。現在、日本の消費税率は原則 10% で、食料品など一部には軽減税率 8% が適用されています。軽減税率 8% が適用されています。消費税は日常生活に直結するため、負担の重さが実感されやすい税です。そのため、消費税を下げるという政策は、有権者にとって非常に分かりやすいものになります。税率が下がるイコール支払う金額が減るという関係が直感的に理解できるからです。毎日のスーパーでの買い物で支払う金額が減るというイメージは、専門的な知識がなくても賛否を判断しやすい争点になります。さらに、消費税減税は即効性がある政策と受け止められやすい点も重要です。減税が実施されれば、買い物の段階ですぐに効果を実感でき、生活が楽になるという印象を与えやすくなります。この即効性の高さは短期決戦になりやすい選挙において各党が打ち出しやすい理由の一つです。こうした背景から物価高から国民の生活を守るというキャッチのもと、消費税減税は多くの政党が横並びで掲げやすい非常に選挙向きの争点となっているのです。実際、今回の選挙では11ある政党のうち10党までが消費税減税を公約に掲げています。しかし、その中であえて消費税減税を掲げていない政党が一つあります。それでは最後のポイントです。なぜ消費税減税を掲げない政党があるのか。チーム未来が消費税減税を掲げていない最大の理由は、消費税よりも社会保険料の引き下げを優先すべきだと考えているからです。現在の日本では特に現役世代を中心に社会保険料の負担が重く、手取りが減っているという問題が続いています。チーム未来は消費税率を下げるよりも、まず社会保険料の負担を軽くする方が家計への効果が大きいと判断しています。また、消費税減税は財源への影響が大きい政策でもあります。そのため、現時点では慎重に考えるべきだという立場をとっています。多くの政党が同じ争点を掲げやすい日本の政治文化の中で、あえて別の優先順位を示すことで他党との違いを打ち出そうとするこの若い政党、多数派の争点にあ
あえて乗らないこと自体が一つの強いメッセージになることもあります。一方でその選択が逆に不利に働く場合もあります。さて、海外から見ると少し不思議で唐突にも見える今回の衆議院選挙、皆さんにはどのように映るでしょうか。日本の政治も面白いと思った方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。